まああれこっちか、ごめんね。まあ結構酔っ払っちまったんだけど、鶏もね今回いろいろバーベキューピットボーイズのシーズニングをやって何種類かやってみたんで、お腹いっぱいでもこれを焼いて食います。鶏はどこだろうなあ。ニンニクあった。あ、ニンニクがいい匂いになってきた。よし、ニンニクって手つけよう。ニンニク、これニンニク味噌つけてよ。いい感じよ。鶏ね、わかんないけどやってみよう。食えるよ、頑張って食ってね。俺より大きいんだから。あ、すごいね。これシーズニングはどう？手羽とみんな味違うんだこれ。うわ、すごいね。マリネして。これを一人で仕込んでたね。そう仕込んだ。これ食おう。熱いから。これはなんですか？ニンニクニンニク。ニンニク。だからこれ味噌つけて食おう。ちょっと熱いから気をつけて。ありがとうございます。よいしょ。あ、すごい。これ映した方がいいんじゃない？いいよ。それ剥くのに20分かかる。いやー、これいいよ。これ見るからに美味しそうです。うまいよね。うん。だからマサと木村も肉もうまいですけどニンニクうまいっすねって、お前言い方が違うだろう。うまいっす、ニンニクうまいっすわよ。あいつ一人で食ってたよこれ。彼はいつ来たの？じゃあね、まあ食ってで何の話でしたっけ？それは分かりません。まあ芝居をやってたとね。だからその間だからそうよ。それとか千葉ちゃんに会う前だよね。そうですそうです。いや会う前っていうか、だから会ってはいるのよ。ああそうかそうか。あ、でもあれか、あれが32だって言うんだったら、俺が会う前に劇団やってたんですね。そう。ああ、そういうことなんですね。なんでピンク行ったんだっけな。あ、ピンクはね違う。笹島直ってやっぱ死んじゃった女優さんいてさ。冴島さんでしょ？冴島さん。で、そうじゃなくて、もうどうしようもねえ親父がいてさ、太陽にホエロでカチンコ打ってたっていうのだけが。俺分かった、その人。最悪。演出できねえ。分かった。で、それがピンク初めて撮るっていうんで、当時俺がいたプロダクションの社長がじゃあ外資出ろと。で、はい出ますっつって、それがピンク初めてよ。ああ、そうなんですか。で、相手が冴島さんで、知らねえから冴島直なんて、俺悪いけど。その後 AV 行ったらもうすげえ人だって分かって亡くなったのもしてたんだけど、もう冴島さん手取り足取り教えてくれて、そうだって前張りも知らなくてさ、そのとこでそれが初めてピンクで、中村さんと、まあ、向こうで話すけど、あピンクでしたね。でさ中村さんに「よっしゃこっちゃ俺コーチやってどっちだっけ？何が？中村さんコーチ父さんどっちだっけ？だからあれですよ。四国だよね。四国じゃないですよ。九州。九州だもん、ずっと四国だと思う。薩摩隼人ですよ。薩摩さんっているからさ、ゴジラの中入った人よ。亡くなっちゃいましたね。ね、びっくりしちゃった。デゴイチさんも会ったことはないんだよな。デゴイチさんって薩摩さんとデゴイチさんって笑いの人よ。で、分かった今度デゴイチ。あ、そうそう。はい。あの人も来てたんだ。ああ、そうなんですね。まあ分かんないよね。それで、でね、中村さんが「よし、いや俺に任しとけ!」って言って、本当に来るからこれ外地っつんだって言ってもらって、でみんなだからそうで池さんと17時間飲んで四谷から最初にですか？そうで「焼きください!」とか言って17時間飲んで2人でベロンベロン、2人とかまあね、四谷から帰っていって、俺は四谷から下総中山行くはずなのに、なぜか知らないけど山手線でもないのに3回ぐらい行ったり来たりして帰って、まああるあるな感じですね。で役もらったのが3役もらって、これはもう絶対だと思って眉毛潰してマスクして入れ墨途中からしてるからって、最初その格好で「お前誰だ?」って池さんに言われて「よっしゃー」多分覚えてなかったと思う。それ一緒だったやつですか？それ里見だよ。里見の痴漢で。パイカンピンクの話。そうあれが最初だった。ああ、なんかミュージシャンみたいな格好して出てた。ああ、そう。ああ、そう覚えてる。あれ最初でしたっけ？あれ最初だこれ。その前だ栗沢出てるよ。ああ、それを知らないんだな俺はね。池さんはあれが最初多分。そう。あれでさ。ああ、なるほど。あれ忘れちゃった。なんだっけ地獄の黙示録で「ヘイメン」っていうの誰だっけ？
カメラいっぱい。Hey man。デイソーパー。デイソーパーデイソーパーやったんだ俺。ブルーベルベットこうやってマミーって言ったら、そうしたらカメラマンしてが分かってくれなくて、池さんが「カイジ余計なことやんな!」ってあれやりたくてわざわざこれ喘息だから吸入器持って行ってこうやって里見のスカートを覗くときにこうやって「マミー」っつってここでマミーからマザーに行って「すいません最高の芝居マザーよかったねあれは俺はねマザーあれはいいよ梅津組だ梅津組と梅津和夫さんよねグワシあれはよかった本当にねどこの農家の親父がもう喋ってる寝ちゃうのかっていう芝居をナチュラルじゃないな、まあ、リアルに言ってもおかしいけどいやあれはよかったよありがとうございます。いや本当よかったそんな褒められ方すると思う。いやあの映画自体はまあいいけど、まあ、梅津さんのね問いたいまあね自分のねあれだけどご自身のいや千葉ちゃんあれよかった俺はだってあれ買ったんだっけななんか見たんだよどうしても見たくてさありがとうございますね。どうだった現場は。いやなんつうんですかね独特ってはまあいっぱい撮ってる人じゃないしねなんだろうなやっぱでもご自分のね世界観がすごいじゃないですか、やっぱりねだからポイントがなんかこうやっぱそういうとこなんだなっていうのね後でねお話しした時にいやでもなんか出れてあれは良かったですよね。だってあの人の作品の一部になったっつうことが嬉しかったですね。いや本当にね、いやもう何の違和感もなくねいい感じだった。なんでそこに飛ぶのいきなり。マミーから言ったデニス・ホッパーのあれだけどさだからそっかでもあの時そんなことやってたんだ。だからそれはピンクは鼻の下にまだ返さないよいやもうだって喋ってた。だけど俺あれだと思ってたよ。その後に萌ちゃんのなんか主演のやつやったじゃないですか。だからこの間その時にだから俺が脱がなかったやつでしょなんだっけそうなんか患者の役でさほら本当は池さんが、あれはもっと俺と千葉ちゃんのバトルシーンいっぱい撮りたかったんだけど日にちがなくてワンカットかなんかで撮ったやつだよしおり俺が手出そうとしたら池さんが真剣な顔で「てめえ返しお前照らすじゃねえよ」お前出せたのかよ」とか言って飲んでたからそれは俺は知らなかったお前ホスト男やでそんなことあったの。結局これはしおりちゃんとこ何もやんなってくすもっとほら中国人がいたんだよなんとかっていう忘れちゃったけどで俺のはいいたで俺の女でで言葉を通じたんだけどなんかね一回仲立ちしたすごい怒っちゃったそれで池さんからさ「ガチよちょっとあれもらっていいか」って「いやものじゃないですか」でこの間さ何十年かって「あれねよくなかったよね」とか「いや池さん池さんは赤いよ」そっかなるほどあの人って何河野さんのあれだったんだっけ彼女が AV で知り合ってでなんかビタビタくっついてくるからさまあいいやと思ってちょっとお付き合いしてたんだけどで俺がピンク紹介したんだそうだったんだね池田さんがある日もらっていいかってもらっていいかいやものじゃねえっつったであれから20年ぐらいだったら返して「覚えてるよよくなかったよねあれ」いや知らんねよ何がよくねえんだよそういう男よこれやばくないですかもう池さんあって何言うのかと思ったら「いやあれ具合良くなかったよね」いや知らん最近あったのなんか池島さんあったのだから俺ビジョンっつってさ、今でかいビデオがあるじゃんあれをちょっとやってる人たちと一緒でなんかやってたよね今日のテーブルもその人たちが借りてるんですよそうなんですかでまあちょっとあんまり話が大きくなっちゃったからちょっとここのとこ俺もちょっと遠くなってんだけどこれなんか里見の芝居を見に行ったの里見がだから田中さんって言うんだけどそれと飲んでて急に電話があって「ガイさんのこと知ってるって女優さんが言うんですけど電話いいですか今これちょっと里見じゃない」とか言ってさ「ガイさんなの?」とか言ってめっちゃフットワークかかるじゃない里見それで里見の芝居ね見に行ってで池さん当然いて池さんほら出たからさ最近前ねで男誰がやってたのその時って春
そうまあそうなんだ。川崎さんもほんとね。じゃあ演出川崎さんがやってたのかな。ああ、その時は池さんがやったの。ああ、そうなんですか。それから川崎さんやった。バーズバスっていうね。バーズバス。うん。ね、あれはね。レナード・メルフィーっていうね。だってなかなかこっちに知らない人だから俺オーディションって本があるんだよ。ザ・オーディションってオーディションの本じゃないけど、ダツイ・ホフマンを見出したプロデューサーが書いたやつ。ここでバーズバスあった。ああ、そうなんですね。もう知らなかったよ。池さんこれやってみたいな。池さんやってるいや、バーズバスは結構向こうでは著名な。いや、オフオフってわけじゃないの。こういうふうに分けちゃいけないのか。メルフィーって、シャツっていう作品は結構がっつり訳されたやつ出てるんですよ。で、それ70年代に結構流行ってて、そうなんですよ。でもバーズバスはちゃんと訳した人がいなかったんですって。取り忘れた。喋っててごめん。でね、だったので自分で訳したっつって池島さんおっしゃってましたよ。そういう意味じゃすごいよね、あの人ね。すごいですよ。すごいよ。でも俺あの作品自体を初めて見たのって、実は某ワークショップの公開ワークショップだったんですよ。ああ、そうなんだ。そこのワークショップで教材で使ってるらしくって、じゃあそれは誰が訳したやつなんだろうなと思って、ね、そこってほらハリウッドの方とかとも関わりのある某俺一回だけ行った。で伊藤俊介監督なんだっけ、だから監督知らないですけど、でワークショップの時に行ったの。あ、そうなの。いや、でその時アクターズスタジオの代表は人がやってた時ですよ。フランク・カサロが。ああ、そうなんだ。でフランク・カサロさんが来日してて、ああ、そうでなんか寸評してくれるようなやつだったんですよ。でね、それを公開ワークショップでやってたんで、お客で見に行ったわけですよ。その時に何本かあるうちの一つがバーズバスだったの。それ誰が訳したんだな、本当ね。いや、だから某ワークショップの代表の人じゃないですか。池さん金もらえばってそういうレベルじゃない。いや、だから多分違うんですよ。違うんだよね。ちゃんと直で訳したんだと思います。あ、だから匂いいいかな。これ焦げた方が俺くるから。すごく美味しそうよ。クリスピーや。あ、うまい。味ついてんね。うまい。よかったよかった。それは初めて見たやつだったから。手拭くもんね。池島さんがね、訳したっていう話知らなくてね。っていうかちゃんと許可取って。わかんねえけど。でこれ後で手拭いてください。ありがとうございます。そうだからこの芝居知ってると思ったわけよ。ああ、そうなんだ。俺は本で読んで知ってたから、やっぱり本読む、全部じゃないけどすげえもう膨らむじゃん。マジかと思って。あれ中道さん、あれニューヨーク行っただけ？中道さんの見ましたよ。里見とやったやつね。現代は30ぐらいなんだ設定ね。若いんだよあれ。若いですね。でもあれ枯れたやつがやってもいいじゃん。でもアメリカじゃさ、枯れても売れないってのあんまり少ないんじゃない。枯れたらやめちゃったね。別の方に行っちゃう。兄ちゃんこっちもね、枯れたってやるんだよっつって。ね、俺たちそんなそんなこと言ってたら。そんなことあるもんね。こんなことやってちゃいけないよ。いけないって。いきなりここで滑舌か。どうや。本当だよね。でもなんかすごい難しい芝居だなと思ったわけですよね。いや、だから何人か見てますよ俺。いや俺、舞台だからってわけじゃないけど、やっぱりさ、処女は処女が演じられないっていうのと同じでさ、ある程度さ、そんなことはさ若手みんな潰れちゃうんだけど、ある程度こう酸いも甘いもと分かった上でああいうのを演じた方がやっぱり深みあるじゃん。なるほど。ただやりたいだけになっても困るしさ。ただね、あれは俺はっきり言うけど、そこの某ワークショップで見たやつが最高だった。今まで見た中で。なんでかっていうと、若い2人がやってたんですよ。そうなんだ。そうだからあれが本当なんだろうなと思う。
なるほどね、まあ、自然にね、自然とこではないけどさ、上を目指してるやつがさ、なんかだからそうそれで、しかもそのなんかね、あの女の役をやった人がすごくね、ほんと鬼気迫る感じだったのよ。里見よかったよ。まあいいのはわかる、だからうまいからね彼女は。ただでもさ、一人芝居じゃないからさ、やっぱ相手重要じゃん。まあそれそうだよ。里見が一人で怖がっちゃしょうがないからさ、だからそのすごいセンシティブなところを相手がどうね、相手の反応で里見のセンシティブなところが出ればいいけど、里見がセンシティブを出しちゃったらやっぱかわいそうなんだよね。あいつ見ててそう思った。だからあいつはほらね、変なあれさ、うまくいくんじゃないかと進んでる時、あれって思う時にどっかで気づくタイミングがあっても、そうすると里見がより生きるなと思ったんだよ。まあ言うのは簡単だけどね。いや、あんな難しいな、芝居や。なんかなんだろうね、若い人の傷みたいなことってあるじゃないですか。そこら辺の話じゃないですか、言ってみると。だからそこのリアリティっていうのがね、やっぱそれを引き出せる演出がいいけど、っていうかやっぱある程度年齢がいった人がやると、それこそだから逆にそういう部分がさ、分かった上でそこを演じきれたらいいよね。いやそれはまあいいですけどね。うちはだってあれじゃん、舞台の時さ、まあ人にようだろうけど、まあ、ゼロになっていくわけじゃん。ポンとさ、どんな稽古したってスポンっていくわけじゃんさ。そのスポンとなったこの状態を最後までキープできて、あの芝居できたら、それはすごい役者ですごい舞台だと思うんだよね。面白いよね。多分だからあれなんだろうなと思うの。おそらくあの作品って向こうで養成所とかでやってんだよね。きっとね。だからだから位置づけとしてね、なかなか面白い本だし、なかなかっていうか、だから結構面白いっていうか、すごい難しいじゃないですか、あの本ってそもそもが。変な話だから、役者目線で見ていいって言ってるのかもしれない。それだってよくないんだけどね。作品として見てね。まあ決して完成度低いわけじゃないしさ。メルフィーのシャツって知ってます？知らない。今初めて聞いた時はそうなんだ。こっちの方が多分日本では70年代とか有名で、酔っ払った3人がなんか部屋に入ってくるところから始まるやつ。いきなりハードル高いな。いやで一組のカップルと一人のだからなんか調子のいい男っていうか、なんかそれがね、どうやらその調子のいい男がそのカップルを自分家に招待した体なのよ。で紳士的に振る舞ってんだけど、ちょっとくつろいでいいでしょうかっつってシャツを脱ぐわけだな。そうするとそのシャツっていうものを脱ぐことによって変貌していくわけよね。でなんかなんつったらいいの、人格が変わっちゃうっていうか。難しいな。面白そうだけどね。それでまあその話なんだけどさ、アメリカで文化が違うからさ、特にその人前で何かをやって、それがどう思われるかって違うから、そういうところもさ分かった上で、だから俺よく言うんだよ、歌舞伎の言葉でさ、未合者ってあって、要は見るものが知識を得てより楽しもうと思ってないと、芝居ってほら、今更芝居ちゃん相手に言うのも失礼な話だけど、全体の雰囲気じゃん、客も含めてさ、本当にね、だからいい芝居ってね、全部じゃないけど尺短くなって、いらぬ間がどんどんなくなって一体感バーッとなる。そういう意味で今言った進撃の話って、俺なんか本当の進撃の辛い時知らないわけじゃん。捕まったりとか運動させられたとかさ、ね、そういうのは知らない話だけど、そこの違和感を埋めるために見る方もある程度そういうのを知ってた上で来ると、なんかじゃあアメリカっていうのは当時ね、靴履いて家入んのかとかさね、そしたら変な話さ、長鼻つけて金髪かぶんなくても当時からできたはずなんだよ。ただ見る方が分かんねえから、エンターテインメントエンターテインメントなんだけど、別に小難しいこと言うわけじゃないけど、せめて歌舞伎なんてエンターテインメントの極致だけど、その中で未合者って言葉が今でもあるわけだ。歌舞伎のすごさも本当何代目の声色があったらそういう問題じゃなくて、少なくともこれは江戸っていうのがあって、江戸の後期で、ね、みんなゆるゆるな時代なんだなぐらいやった上で見た方が分かりやすいとか、そういうのあるじゃんさ。そういう
ところまで今度説明しだすとキリがないでしょ。確かに。だから日本人がやってんだからさ、今だから別に鼻つけねえしさ、あれだけど、だからそういう意味でだから鼻つけるってすごいよね。俺ひげ一回つけたんだけど、まあその時なくてここひげ、いや辛いね。黒沢のさメイキングでなんで中谷さんが「また取れたよまたひげ」って夏の暑い時でさやってたやったら「うわ!」って言った後「あっちたまんねひげ頼むひげとか言って。ひげ取れるんですよね。つけひげってね。汗なんかかいた日にはさ、うん。黒沢つながり大丈夫だろうかと僕がひげ取れんだね。でだからこれですかここいりますかって言ったらもう次はさもうあれなっててさトラマだっけなんだっけあれになっててさ何になっててさでもシェイクスピアだよこうなってさマクベスだよ。ドンピシャンってその汗に弱いもんねドンピシャンね。知ってますドンピシャン痛いんだよ取るときあれ。あとケロリンってのがあってさケロイドの、ケロイドって言っちゃいけないのがでもケロイドだよね。引き連れたここやるやつ、はい、もっとひどいのは潔髪さん。俺 FA で初めて潔髪やってもらった。 FA で唯一山田桂が来て俺だけ潔髪。まあ時代劇だったんですか。時代劇だよ。翔さんも知らないこの俺がバットをする時小口こう開けるぐらいしか知らないこの俺がほんで初めてのバットした時思わず雨戸にぶち当ったこの俺がでそれは最低ですね。仲良く一番狭いところでやんなきゃいけない思いっきりこう抜いたから絵にもねまあそれがねもうベンジンで撮るからね。ベンジン知らないでしょ。もうここ真っ赤になるしさ、もみあげなんかやってからだよっていやいやそうある日見たら高倉って書いたんでよーっと思ったら勝手も痛い8を合わせろって言われたからね。で羽二重やってくれんだよ俺できないから堀内とか自分で持ってるからさ大衆劇やさね。俺は俺もできないな羽二重は。いややっていただいたけどそうやっていただいたよね。キャッてこう押さえててっつって言われてそうこでもちろんさあったら面なんかくれねえからさあれなジュラルミンなのなんだアルミなのなんかこう縁があっていってんだよ頭が。いやそれは知らないよこれ。すんごい大変だよ。そうずらすボンじゃないんだよ。もう型取ってあるのがあるんだよ抜けない。これグッてはい行きましょうとか。俺でも羽二重って最初つけた時にね、間をあれトノコなんですってね。トノコだよ。分かんないもんね。すごいよねあれね。境が分かんなくなっちゃう。あれは俺は本当すごい感動した。これちょんまげ言うでしょ。ちょんまげじゃなくてもまあねこう残髪っていうのは知らないけどまあおでこが出るわけですよ。で境目があると分かっちゃうからそこをなくすようにまあ普通のガーゼだよね。ガーゼに今言ったトノコってまあ木の芽を埋めるねトノコっていうのがあるんですよ。ねそれをこう研いて色合わせて貼ってもちろん境ができるんだけどそこもこううまく化粧でぼかしてカツラの下の広いおでこを出すのは今別にいらないけど違うかそれを羽二重ってね、まあ、二重と書いて羽二重二重と言ったらこれは板になっちゃうけど知らないよそう二重かそう二重そうだね知らなかったサブロクって言ったら分からないそれは分からないけどいやでもサブロクは今知らなきゃやってらんない。今でもサブロクって言うのかね。平台とも言わないのかね。いや平台は言うでしょ。平台は言う。サブロクって箱馬サブロクぐらい言うんじゃない。尺寸でやってないんじゃない。どうなの今。そうなの。だって1800のいくつとかって言って尺上げとかさ900の1000まあでもサブロクって言うか。簡単だもんねその方がね。まだ一応でも畳のサイズが今みんな違うらしいね。違うみたいです。まあ昔の畳がまあ3尺6尺でそれをサブロクっつってそれを舞台でやる1枚の下に敷くね板それをサブロク持たされんだよこうやってあれは3枚は持てないな。これ2枚だね持って頑張ってそれ何のパネルの話ね。ねそうですねサブロクねサブロクね客席の前に毛込みを貼るんだよでバカみたいに言ったら「お前客に見えるだろ釘が辛そうだな」で抜いたら「お前穴の今度はやらしい!」とか23トイレ行ってた頃だから25ぐらいの時かな。私はさ前も言ったんだけど
あそこ世田谷の外れの方のね、はいはい外でさ叩きやってたら「頑張ってかい!」っつって「忠良淳だ!」みんな知らねえよ忠良淳を俺さ中島みゆきさんの近くに住んでんだよ頑張れよとかなんだあの親父バーカお前忠良淳さ近くに住んでんの？当時はいたあそう俺25の時だもう亡くなったけどうんそうですね。忠良淳知らないやってやっぱり知らない人は知らないんだな。面白い俳優さんだったよね、忠良淳さん。ねうんすごいよね、うんなんか金持ちもできるしさなんかねでも俺時代劇が好きだったね。そうすごいなと思うやっぱり西村光がいいわああれなんー舞台で見たことあります？ねいやすごいすごいね俺よかったよかった。ね五道を見たんですよ俺。江森さんと結局そっちがあれだ三木のり平さんと一緒じゃん最後はそっちの方行ってさいやーなんかね敬遠劇みたいにやってらっしゃってなんか滑舌がいいんだあの人だから今村翔平のやつ見てなんか最初の方のやつですんごいあこれか、ね、黄門様の時は俺遊んでたから俺が好きだったシャーシャー最初の中で俺が好きだってあの人は最初にキャデラックかなんかすげえの買って「ほら虫のキャデラックが来たぞ」そんなわけねえだろつって背ちっちゃいからそうどんな話だよそれ。いや三木のり平が何がすごいかってそってやりましょうパッとやりましょうか本があるの読んだらすごい森重なんか所詮アナウンサー上がりだろ俺は役者だって生きたまでだから映画なんか絶対俺は真剣にやってなかったっていう人すごいな。だから俺三木のり平さん映画しか知らないのパッとやりましょう言わないでこれパッとやりましょうこのもしかやんねえんだよあそういう芝居なんだよあれやる気なかった知らなくてさ三木のり平すごいって言うんだけどいや桃屋とそれしか知らねえじゃんさ知らねえじゃんさと。いや本当知らねえじゃん若い頃子供の頃はさ市川崑さんのほら横溝シリーズあれでだからそうなってくるとさ万順もそうだけどねだけどすごいんだよで自分自身結婚持ってんのあの人と松江さんぐらいだったからねいやもっといるじゃんだって自分に結構ある人ってちゃんとやってさそれでお前まず F 企画かいやほらねお前ら別に売れようと思ってくんだよ芝居磨いたらこいつでさいろいろあるだろうけど自宅稽古場って結構いるんじゃないですか。そう三國さんは自宅は衣装場っていうか小道具の持ち場だったんですそうなんです三國さんと尾形さんがインタビューしてるの見たことあるね。ないですね。じゃあ後でコピーあげてください。もう尾形さんの2人こうやってさ尾形さんが立ってさこうやって「三國さんハゲてんだね」とか言うんだよ三國さんがさ「とか言って「いい時計してますな」で三國さん「あんたはずるいよなんでお前映画の中でお前しょんべんすんだよ」いやそれよりも「三國さんハゲてますね」って言うんだよもう最悪2人おっさん亡くなっちゃったねあんなの今さ使える監督いねえんじゃないのって言ったら使ってくんねえけど映画の中でしょってあれですね復讐するは我にありですね。殺した後ねあれ本当にしてるんですもんね。であれはね台本あったんだってよでずっと我慢しないってそう台本書いたんですもんあれで実際あったことでしょあれって確か。ただ渋垣はあれ言ってなかったそうなんですね。あの後さそれはスターじゃねえから何でも食わせたって言わないじゃんでもさ俺ら田舎だから渋垣わかんじゃんだからすごいよねよく耐えたよなと思って大ちゃん戸山大さんハンマーでボコボコされた最高いやそうなるほどいいよねお松さんだから普通の NHK のさこの間の亡くなった山田太一さんシーズンが出ても普通じゃねえだろってなんだよ普通にやってんだよなんかどっかにさでもあの人さ分かってんだよ自分の笑顔がすごくいいっての分かってるからさどっかで使うんだよねでもそれ分かる必殺シリーズなんか見ててもそうですもんね。必殺シリーズね見返すとね面白いんですよ仕掛け人とかね必殺必中仕事や官業とかさ山さん山崎努さんそうですね念仏の鉄ね
あれは東映がだから東京東映がさもう時代劇撮る予算なくて、じゃあもういいや現代劇っぽくやろう、アップばっかりやろうっつって、だから特殊なんだよね、すごい見るとね。だからもちろん京都のやつは何やってんだって話になったらしいんだけど、いやそうじゃねえだろうと。でもうだからね、なんでじゃあ時代劇こういうふうに撮るのって、あれが初めてああいうジャンルってわけじゃないけど、ああいうの苦肉の策じゃないんだけど考えたせいでやったのがあの撮り方であの芝居だし、だから最初の頃ってすごい試行錯誤してますよ、すごい、ね、一本一本。ああそうだって仕掛け人って第1話って深作欣二なんですよ、そうだよね。そうそうそう、あれがすごいよね。で深作は何でも撮るから2話分ぐらいね深作さんが撮ってらっしゃって、はいはいはい、ちょっと西部劇なんですよ。だから第1話とか、好きだもんねあの人ね。砂塵が舞ってさヒューッつって、そうそうそういや俺あれでやっぱ子供の時だったらね、翔ちゃんで日野翔平さん、だって女のさもうなんか捨てたようなバーってきてたダーってきてさ、いや日野翔平よ、ロン毛でね。ああで絶対時代劇ねえだろこいつと思った話だけどさ、いいんだだから豊さんがさもう切羽迫って兄貴って言ったのと同じような感じで来るんだよ。いいよね。完全、まあでもそれなんていうかああいうのがありだった。だってそれを言ったらですよ、あの当時の時代劇って別にそこに限らずなんだと思うんだけれども、女優さんたちってみんなつけまつげつけてますからねシャドウ入ってるし、ね、本当だよ。そう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 。下手したらパンツ履いて脱いでこいって言われるレベルで。いやでもねそれが違和感ない感じでこうまとめてるのが面白いですよね、あれね。あれはああいうジャンルだった。そうだね。でも所作とかちゃんとやるんですよ。だからそこがさすごいよね。今と違うというかさ、今だって所作分かってる取り手がいない。まあ俺も分かんないから本当だから俺習っておきたいなと思ったけど、どうもやっと好きじゃなくてボッケ今あるけど。ああそうなんですね。俺だから大山克彦さんの克美さんの弟子の方に教わった。はあはあ、そうなんですね。一回赤坂公会堂のなんか稽古風景見させてもらった。いや杉良の方じゃなくて大山克美さんの進行劇だよね。強火だ知らないだろうね今の知らないでしょ。いや知ってます。舞台系のじゃああれだったら盾を教わったってことですか。っていうことはそこまで深くやだよ。対峙する時は自分の左に置いて歯は内に向けるぐらいしか覚えてない。いやでも大事なことですもんね。いやでも俺らほら絡み戸だから要は切られる方を教わるわけじゃん。いいな切る方は3手ぐらいでやっていけばとかそんな簡単じゃないんだけどさ、あの辺はだからまあねそれこそ松方さんにしても何にしてもさバカで踏んでまあ稽古もしてんだろうしね。だから中台さんがね中台御堂あそこをね無名人が建てたのはもともと盾を覚えるためだったんですよ。あそうなんですね。で金ちゃんに木之助に教えてくれっつって「いやもう振るしかないよ」って言われて、それであそこで毎日ボッケン振ってて、それである日じゃあちょっとそういうことやろうかって始めたんで、もともとはそのためにまあ当時だからね、まあ当時も安くはないだろうけど、まあスターって言うと中田さん怒るんだろうな、まあね風とかだらな。でもあの人スターと言わず誰をスターと言うんですか。なんでさだからあの人がさ映画出る時さ舞台の跳躍をさ大先輩みんなやったりとかさ、小沢さんはやんなかったのかなでもなんかねやってくれたりとかして、だからその頃はだから俳優さんに金入れてたわけだからさ、そういってその代わり半分は映像をやらしてくれる。だから映像行くと新劇さんって言って舞台行くとなんだお前ドラの上でお前やったお前してあがんじゃねえよって言われた時期があったらしいよ。最初からもう突っ転ばしの2枚目でポンっていっちゃったからって書いてありましたよ。なるほど。僕も読んでるんですけど自伝とかね全部持ってる面白いよ。すごいね。だってうちの近くにいたのはもともとお父さんの京成電車の車掌かなんだ。あそうなんですか。そういう時期があったらしい。そう話もとバンツマンがさ八つ遊園って前遊園地あったでしょ。はいはい知ってます。あれ元はバラ園のとこでしょ。元はスタジオだったの。あそうなの。バンツマンのスタジオ。あ安にあったんだ。なんででしょう。バンツマこっちに女できたから京都をすっぽらかしてこっちに来てバンツマスタジオを建てて、その後読売ジャイアンツがどう入ったんか知らないけどバラ園になって八つ遊園だった。知らなかった。おマジかだから
沢広さんの本書いてあったけど、その頃は帰ってこなくて千葉ばっかりだったさ。へえ。ああ、知らなかったよ。やつか。やつ今もう埋め立て臭くてさ、あそこね3番線も鳥なんか見らんない臭くて、ごめんなさい、知ってる人いたら三番線ずっと撮っててすごいね。三番線ってあれですよね。そうだよな。結構匂いすごいですよね。すごいよ。あそこねい。や風向きにも読んだろうけど、でも今でもあれだもん、あそこであれでしょ、潮干狩りやったりしてるんでしょ。しないよ。マジで。江戸だよ。いやだけど、いや結構すごいね、ほらね、泡と立ったりとかしててさ、それなのにでも行ってる人って結構いたなと思って。お台場とか泳ぎに行ったことある？ん？お台場とか泳ぎに行ったことある？ないですよ。これできた頃さ、俺そうだ、自慢じゃないけど、お台場できる前にあそこでビデオサロンって、まあ映像関係の本があって、ほうほうそこの3ページ俺が V カム担いでこうやってモデルで写ってそこで撮ったんだけど、でそれを何年か後銀座でボーイやってる頃、銀座のボーイ仲間として焼肉行こうぜって言ったら、ズブッつったらもう膝のここまでヘドロにこれはダメだっつって書いて、すごいよね。ってな話でね、どんどんありますが、まあどっかで編集してますからって言って編集してない、一回止めます。日がかかってきちゃったからね。本当だね。